子供のしつけ、行動とかについて夫婦喧嘩することが多くなったので、その時においらも自分がちょっと頭カッとなって離婚してやるって言ったのことを反省しております。子供が生まれてから親になるというこの人生のライフスタイルがすごく重くていっぱいいっぱいだった最近のおいらを反省しております。今日はちなみにヘイゼルが散歩するためにマディソンスクエアパークに向かっております。結婚する前は妻はおいらは無職で何もしなくていいって言ってくれたけど、やっぱり結婚して子供ができるとそうもいかず、最近おいらのライフスタイルで一番変わったと言われるのは、離乳食を妻はもう疲れすぎているのでおいらが作るようになったこと。まだ九州男児のおいらは台所に立つことがなんとなくパニッシュメントみたいな感じがして、すごくなんか料理を作るのが嫌なんだけれども、一つ少しずつ離乳食はまだ簡単な方だから離乳食からできるようになって、今朝も妻の朝ごはんとコーヒーを入れて、見送ってきました。もしこれから結婚する方おられたら、結婚前に君は何もしなくてもいいからねって言われても契約書を交わしておいた方がいいです。結婚した後全ては180度変わります。あと最近無職の TK に一番少しずつストレスとして溜まったのが、妻のご両親にヘーゼルを見せたい気持ちがあるから、とりあえず今テレビ電話を韓国の方に朝1時間、そして休みの日はさらに夜1時間国際電話をかけているけど、その毎日のなんか電話がね、意外とボディーブローのように効いてきて、なんかもう一人なんか夫婦の間になんかいる感じがして、やっぱりおいらは少しずつそれがストレスに感じていたのかもしれません。で、ある時とんかつをヘーゼルに食べさせちゃダメだっておいらが怒って、それでその後夫婦喧嘩になって、そこまではまだおいらは自分をコントロールできてたけど、その次の日に妻はもう作りたくないからとんかつダメって言われて、料理下手くそのおいらが朝ごはんを作ることになって作ってたんだけど、お肉をねジップロックに入ったままボイルしてたから、それをしたらダメだって喧嘩状態の妻がまだここもご両親と電話しながら注意してくるから、そんなやり方はダメだってダイオキシンが出るって注意される時に、おいらはなんか向こうはなんか電話しながら無職の夫はダメだねって言われてる感じがすごくして、その時にもうなんか怒りのボルテージが沸点超えちゃって、なんかもうこんな生活嫌だ、離婚してやるってその時言っちゃったんだよね。まあそれはやっぱり1年ちょいのこの長時間電話、ご両親の長時間電話によるちょっとしたストレスが、やっぱりおいらはいや大丈夫電話しなとか言いながらも自分の中で少しずつストレスが溜まっていたのかもしれません。ちょっとヘーゼルにチュールじゃなかったスムージー買うので少々お待ちで、このとんかつ事件の離婚してやるが第一の喧嘩、そしておいらにとってはこの妻がご両親と国際電話をかけながらなんかいっぱいいっぱいになっている時に言われるとすごい怒りやすいっていうのを今回分かって、そして第2の事件、いちご事件、とんかつ事件の次にいちご事件が起こるわけです。このいちご事件ってのが、ある日ヘーゼルが夜ご飯食べないって言ってめちゃくちゃ泣いて、で妻も疲れてたからそれまでずっと寝てたんだよね。お昼寝してて、でおいらは夜ご飯をヘーゼルにあげようとしてたけど、ヘーゼルがずっと泣くじゃん。そこで妻が起きてきてなんか様子を見てるんだよね。でなんかまたご両親と電話が始まって、めちゃくちゃ泣くヘーゼルに対して、このダメ夫がなんかイチゴをあげるだろうと妻はご両親と電話しながらオイラを見て映してるわけよ、カメラで。その時にオイラは罠に引っかかるものかと、ご飯をねリゾットを継続して食べさせようって頑張ってて、わざと大きな声出して怒ったふりしたりしたのが
第2のいちご事件、とんかつ事件に続くいちご事件なんだけど、このいちご事件でまた思ったのが、なんか向こうが韓国との国際電話の時にもすでに半分ぐらいストレスレベルが俺らいつも上がってて、でもいつも動画を見てくれている韓国のご両親には感謝してるけど、でやっぱりね、妻がご両親と電話している時に何らかのストレスを俺らが感じちゃってるっていうのがあるね。ヘーゼルに離乳食じゃなかったスムージー買ったので公園に向かいます。で今回気づいたのは、自分自身のこの未熟さに気づいたわけであります。とんかつ事件、そしていちご事件、今までおいらが1年半ぐらいヘーゼルを子守りしていて、結構おいらも甘やかしすぎてたっていうか、そういうのもあったし、でもそういう育て方をいちご事件で一発でなんかおいらのダメ夫生活を否定された感じ、プライド、おいらにプライドなんてないんだろうけど、プライドを否定されたような感覚に落ちて、今ストレスを2回やっぱ感じたから、これからはね、お互いをもっと尊重し合って、おいらも意外とおいらはためすぎるところがあったということが気づいたので、これからはなんか気づいたことはすぐできるだけね、ストレスレベル1の時に口に出そうと思います。そしておいらも我慢することなく言いたいことはいい。あとお友達がいないからこの顔を映してください。ニューヨークに来て14年目、お友達一人もいません。そんなおいらが話せる唯一の親しくしている仲間たちが TKs。 時々こうやって TKs に近況報告をして、我慢せずにジムに行ったり絵を描いたり、やりたいことはやっていこうと思った次第でございます。もうすぐヘーゼルの公園だから、このね、皆さんも結婚生活、今までは余裕だったね。子供ができて、子供が1歳頃までは結婚生活余裕だったけど、へのかっぱだったけど、おいらも本格的にキッチンが仕事場となりつつあるので、これからがすごく大変だなとは思います。次回おいらの離乳食作る動画とかもアップするんで、その時お楽しみ。久しぶり公園に来た。あとやっぱりお散歩サボっちゃダメだね。散歩運動サボっちゃダメだ。ストレス一気に爆発したら夫婦喧嘩になる。両親っていうのはもうほとんどの両親が離婚するんだよね、今の時代は。一緒にいることが奇跡、そう思って日々子育て、そして家族、お互いを尊重し合い生活していこうと思っております。喧嘩報告以上。今までカップルの時は一度も喧嘩をしたことがなかったジワンと TK でしたが、ここに来て、子育てに来てめちゃくちゃぶつかるようになりました。これからも子供のしつけとか教育方針、そういうのはすごくぶつかるってことがお互い気づいたね。そこに入ってくる妻のご両親の第三の目。ちなみにおいらの両親ヘイゼルに電話することは全くございません。おいらがたまに月に1回ぐらい電話した時にヘイゼルを見せるぐらい、そのわずか3分ぐらいヘイゼルちゃんって言って終わりなので、この家族間の温度差とか文化の違いとか、うちら日本語で喋ってるし、妻のご両親が、電話で韓国語で話して、そしていろんな読み聞かせやダンスや歌を歌ったりすることも大切だと思うので、今の教育発達段階では妻の国際電話も毎日1時間
休みの日は2時間応援したいと思っております。その間オイラはジムに行かせてもらいます。そんなことを話している間にマディソンスクエアパークに着きました。皆さんも夫婦喧嘩の話、離婚の話、いろいろあるけどコメント欄でお聞かせください。今日はここからオイラはヘーゼルを歩かせようと思ったけど、意外と天気がいいからみんな外に出てきて楽しんでる、大人たちがいっぱい楽しんでるからヘーゼル外に出にくい感じではありますね。もうちょっと先に行ってヘーゼルを開放しようと思います。それではまた本日もご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。またね。ワン、ツー、ワン、ツー。ワン、ツー、ワン、ツー。ワン、ツー、ワン、ツー。ワン、ツー、ワン、